こんにちは、山下夏実です。今回はこれからの春に向けて西が決まってくることがね多いので、平塚海岸、そのイメージ動画になればいいなっていうことで西のショアブレイクの映像をまとめていきました。なかなか西のショアブレイクにね苦戦する人が多いんじゃないかなというふうに思うので、なかなか癖もあるので、ちょっとその辺参考イメージ練習になればいいなと思います。ぜひそういう使い方で利用していただければこの動画をありがたいです。ほとんど今回の映像はラップかなっていうか、ほぼラップしかないかな。もうオンリーラップな映像をまとめていってるんですけど、まず西で一番難しいのがこの最後の口の深さじゃないかな。これとかはまだ緩い方だけど、意外と惚れ具合が自分が思ってるより惚れてねみたいな。あとはブレイクがこういう風にちょっと早めに惚れてきたりするから、そこの2つが結構難易度高い、理由なんじゃないかなっていう風には思うんですけども。いいね、このラップとか。西のコツはですね、ターンするときに、よく早めにターンするとか、ターンのスピードを速くしたりとか、そういう風なことを僕は説明で言ったりするんですけど、西の場合はやっぱりその2つのうちの早めにターンをする、開始を早くするっていうのを意識してますね。っていうのも、スピードが速くいターンで引きつけてターンすると、西みたいなちょっと惚れてる口が深い波だとレールが途中で抜けることが結構多いので、できるだけターンを早く開始してゆっくり合わせてあげる、回しながら。それができるといいんじゃないかなっていう風に思います。これとかもすごいゆっくり回して、ゆっくり回して、ちょうど口が深くなって割れるときにラップに入れる、ちょうどそれぐらいが一番乗りやすいというか、コンプリートしやすいんじゃないかなっていう風に思います。そうなれば多少ブレイク、その口が早かったり深くて早かったりとか、あとは意外と波が潰れてスープ気味とかになった時にもしっかりラップで乗り切ることができるじゃないかなっていう風に思います。あとはテイクオフの難易度かな。西でよくあるのは水量が多い。それによって板が不安定になりやすいみたいなことがあるので、そこのテイクオフ難易度っていうのも難易度に直結してるのかな。手前に1枚ギャップがあったりとか、バック押しがあったりとか、今の映像とかも手前詰まってましたからね。で、そういう時は西の場合だと意外とサンドドロップがメインになる日とウォータードロップがメインになる日でちょっと波が違ったりはするんだけど、今回ちょっとウォータードロップの映像が多いからウォータードロップで喋るんだけど、ウォータードロップの際はできるだけ足元に置いてあげる。よく僕は少し自分が思ってるより前に板を滑らして板を置くっていう風に喋るんですけども、西の場合であったりとか、あとは生コンポイント、平塚で言うとそれで水量が多くてデッドウォーターになりやすい場所だと、前に滑らしてしまうと板が不安定になりやすいので、片足乗っけた時にできるだけ足元に乗っけてあげる。足元で乗っけてあげる。そうするとかなりテイクオフが安定するようになるんじゃないかなっていうふうに思います。結局テイクオフが安定しないと、さっき言ってたターンの開始を早くするのもテイクオフのリカバリーに時間を使ってしまってターンが間に合わなくなってしまうんですよね、ターンの開始が。そうすると乗れない原因になるので、そこの改善ができるといいかな。
逆にサンドドロップの場合は、もう目いっぱい前に滑らせてあげる。サンドドロップで、その西の難易度が高い時っていうのは、テイクオフ、サンドドロップでテイクオフしました。で、サンドゾーンから、波に、水量が多くなるゾーンに変わった時の瞬間、そこのゾーンで、手前の引っかかりとかにぶつかってしまったりとかして減速しやすいので、できるだけ前に置いて加速させてあげて、その後に前足側を脱力させてギャップを超える、そういう風な使い方ができるといいんじゃないかな。これとかちょっと今ギャップ食らってたんだけど、まあ膝をしっかり脱力させてたから、その後のリカバリーが今できてた。まあそういった感じですね。まあ、かなり難易度はね、実際やってみるとおそらく高いかなって思うんですけど、まあそういった意識で僕は西のこういうシャーブレイクの日は練習をするようにしています。まあそういったことでね、結構特に僕の場合だと海外とか、あとはトリップ先での水量が多いビーチ、日本でいうと東北大会が開かれる新米港とかがまさにそうなんですけど、まあそういったところのビーチで使えるような技術になるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひ練習できる方はどんどんその辺を練習していけると自身の技術力向上につながるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ぜひ今回の映像をちょっとイメージに使っていただいたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。